今川氏のその後。どうする家康に学ぶ日本史。吉良上野介や上杉鷹山につながる。今川義元が織田信長に桶狭間の戦いで敗れ、今川氏真の代で戦国大名としての今川氏は滅亡するが、その後も今川氏は存続して、赤穂浪士で有名な吉良上野介や名君として知られる上杉鷹山につながっていくのである。今川氏のその後を見ていこう。1560年、永禄3年、今川義元が織田信長に桶狭間の戦いで敗れると、今川氏は急速に弱体化していく。今川氏が弱体化した最大の原因は、武田信玄が嫡男で新今川派の武田義信を切腹させたことにある。武田信玄は義元が信長に討たれると手のひらを返したように同盟関係にあった今川氏の領地を略奪しようとする。氏真の妹を正室に持つ武田義信が今川攻めを頑強に反対すると、信玄は1567年永禄10年に義信を今川氏の妻と強制的に離縁させた上で義信を切腹に追い込んでいる。そして信玄は徳川家康と今川領を互いに東西から侵略するという密約を交わして攻撃するのである。武田氏と徳川氏から両方に攻められた氏真は駿府を追われ、朝比奈康友の居城掛川城に逃げ込んだが、家康が城を包囲する。結局氏真は命と引き換えに正室早川殿の実家北条氏に逃れ、戦国大名としての今川氏は滅亡する。氏真は正室早川殿の父北条氏康の庇護を受けたが、依然として武田氏との戦いを継続して一時的に掛川城を取り戻したりしている。ところが北条氏康に次いで今川義元の姉であった氏康の妻が亡くなると、後を継いだ北条氏政は武田氏と同盟を結んでしまう。そのため氏真は北条氏を追われ、家康を頼ったが、この時家康は氏真を快く迎え入れている。さらに氏真は上洛を果たした織田信長とも連絡を取り、京都で面会を果たしている。父今川義元の敵である信長に氏真はなぜ面会したかといえば、武田攻めに加わるためである。氏真にしてみれば、信長は義元が攻め込んできたために仕方なく討っただけの人物なのに対して、武田氏は今川氏が劣勢に立つと同盟を破棄して領地を侵犯して国を奪い取った憎き相手であったのである。氏真は信長の前で得意の蹴鞠を披露するなどして信仰を温めている。信長もまた氏真を熱くもてなしたという。また茶道具を収集している信長に氏真は有名な香炉を譲ったが、信長はその香炉で正倉院の宝物で香木の蘭奢待を削って香りを楽しんだと言われている。これまでに蘭奢待を切り取ったのは足利義満、足利義則、足利義政、時頼武、織田信長、そして明治天皇だと記録されている高貴な香木である。今川氏真は念願の長篠の合戦に参加して家臣の
朝比奈康次が武田家の重臣内藤正秀を討ち取って無念を晴らしている。今川氏真は武田氏が今川氏と同じように滅亡して織田信長や北条氏政、そして豊臣秀吉が消え去るのを間近で目撃している。一時は隆盛を誇った武将たちが次々に消え去るのを見て、戦国時代に生き残る方法を氏真は真剣に模索したに違いない。そして強者のもとではおとなしく従うしかないことを学んだのかもしれない。氏真には四男一女がいたと言われるが、嫡男の則持は先に病没するが、その嫡男直房は江戸幕府の旗本で高家に取り立てられて存続している。今川氏真は1614年慶長19年77歳の時に子供や孫たちに見守られながら江戸で逝去している。この後、今川嫡流家は明治まで存在したが、明治20年に今川則信に跡継ぎがいなかったために絶えている。しかし氏真の娘は吉良義貞に嫁いで氏真の血を繁栄させている。氏真の娘と義貞の間には吉良義満が生まれるが、この義満の孫が吉良上野介義久である。吉良上野介義久は有名な赤穂浪士の討ち入りで討たれるが、息子の綱則が米沢藩上杉家の養子として藩主となっていた。そして上杉綱則のひ孫が名君の誉れ高い上杉春則鷹山である。戦国大名としては没落した今川氏であったが、米沢上杉家の末裔はその後も今川氏の血筋を伝えたのである。